こんにちは、ブティック社です。今回は両折りバイアステープを使った縫い代始末の方法を紹介します。両折りバイアステープとはこのように両端が内側に折れているテープのことです。バイアステープについては別の動画で詳しく解説しています。詳しくはこの動画の概要欄をご覧ください。直線やカーブしている部分の布端の始末が簡単にできます。襟ぐりや袖ぐりの始末にもよく登場します。それでは始めていきましょう。赤いラインの直線部分に 1.27 センチ幅のテープをつけていきます。テープを開いて縫い代とテープをつける部分の縫い代の幅を合わせておくとこの後の作業がしやすくなります。キャプテンのテトロン 12.7 を使います。テープの折り目が気になる場合はアイロンを軽くかけておきます。テープと本体の布の表面同士を合わせます。先ほど縫い代の幅を合わせたので布端を合わせて待ち針で留めます。縫い代幅を合わせなかった場合はテープの折り目と出来上がり線を合わせます。赤いライン部分のテープの折り目をミシンで縫います。細かいパーツを縫うときは目打ちで手前の布を押さえると縫いやすくなります。裏面にテープを返してアイロンで整えます。この時に 0.1 センチほど控えてアイロンをかけましょう。こうすることで表側から見た時にテープの見えない美しい仕上がりになります。待ち針でテープを留めます。テープ側からミシンで縫います。テープ端から 0.1 センチのところを直線ミシンで縫います。アイロンで整えます。直線部分の縫い代の始末ができました。次に曲線部分につける方法を紹介します。赤いラインの曲線部分に 1.27 センチ幅のテープをつけていきます。テープを開いて縫い代とテープをつける部分の縫い代の幅を合わせておくとこの後の作業がしやすくなります。キャプテンのテトロン 12.7 を使います。テープの折り目が気になる場合はアイロンを軽くかけておきます。縫い合わせる部分のカーブに沿ってテープの癖取りをします。裁断の時に使った型紙を使用します。出来上がり線にテープを合わせてアイロンをかけテープをカーブさせます。待ち針で留めながらアイロンをすると作業がしやすくなります。アイロンの熱が完全に冷めてから待ち針を外します。テープと本体の布の表面同士を合わせます。先ほど幅を合わせたので布端を合わせて待ち針で留めます。
棒曲線の場合、少しだけテープを余らせるように待ち針で留めていくときれいに縫い付けられます。赤いライン部分のテープの折り目をミシンで縫います。細かいパーツを縫うときは目打ちで手前の布を押さえると縫いやすくなります。カーブの縫い代部分に布切りハサミで切り込みを入れます。この切り込みを入れることで突っ張らずにカーブがきれいに仕上がります。切り込みは縫い目から 0.2 センチほど手前まで入れます。裏面にテープを返してアイロンで整えます。この時に 0.1 センチほど控えてアイロンをかけましょう。こうすることで表側から見た時にテープの見えない美しい仕上がりになります。待ち針でテープを留めます。テープ側からミシンで縫います。テープ端から 0.1 センチのところを直線ミシンで縫います。アイロンで整えます。曲線部分の縫い代の始末ができました。こちらの凸曲線も先ほどと同様の手順で縫えます。出来上がり線に合わせてテープの癖取りをします。テープを開いて待ち針で留めます。凸曲線の場合、先ほどとは反対に少しだけ縫い付ける布を余らせるように待ち針で留めるときれいに縫い付けられます。ミシンで縫います。テープを控えながら裏面に返します。待ち針で留めてミシンで縫います。アイロンで整えます。凸曲線もきれいにつけられました。バイアステープで簡単に縫い代の始末ができる方法なので、ぜひ挑戦してみてくださいね。これからもブティック社の動画では手作りに役立つ作り方や縫い方などを解説していきますので、お楽しみに。